おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。先日から販売してますこちら、ナットスペーシングテンプレート。予想を上回る注文数をいただきまして誠にありがとうございます。最初に用意していた材料が切らしてしまいまして、で今急遽アクリル板を手配しているところです。ご注文いただいてまだね、お手元に届いてない方、発送ができてない方が多数いらっしゃるんですけれど、多分来週の中頃ぐらいには、発送できると思いますので、今しばらくお待ちください。自分でもこれ作ってから2回3回ぐらい実践で使用しています。気づいた点がありますので、今日はそのお話と後半は質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。これ使っていて気づいた点は、ローズ指板とかエボニー指板の場合、背景が黒になるじゃないですか。なので、このメモリが見やすいんですけれど、両脇にバインディングがあるタイプ。こういうタイプですね。こういうタイプだと、ちょうどそのバインディングの白い部分で、このメモリが非常に見づらくなるんですよ。なので、このメモリの部分に、墨入れをして黒くしたいと思います。使うものはですね、印泥とかの際にイングレービング、刃物で貝に傷をつけて、でそこの傷の部分に、黒い塗料を墨入れすることによって細かい描写をする時の塗料ですね。画材屋さんとかで売られてるアクリルガッシュってやつですかね。エアブラシ用なので液体状になってるんですよ。エアロフラッシュカラーって書いてありますね。水性塗料で乾くまでは水で洗い流せるんですよ。で乾燥すると完全に水には溶けなくなるんですね。これね、確かエアブラシ用はもう売ってなかったような気がしたんですよね。画材屋さんとかでアクリル顔料塗料っていうんですかね。ちょっと私あんまり詳しくないんですけれど、その手の絵の具を買ってきていただいて、水でちょっと薄めればいいと思います。油性マジックペンを使ってもいいんですけれど、油性マジックペンを使うよりかは、こういった顔料系のものを使った方がしっかり溝に残りやすいです。黒い塗料が。こういう風に塗布してあげて一晩しっかり乾かします。2、3時間で乾いたかなと思うかもしれませんが、これ一晩しっかり乾かさないと割とね、内部まではまだ乾ききってないんですよね。必ず一晩しっかり乾かしてください。一晩経ったら1000番から1200番ぐらいの、水研ぎペーパーでこすってあげます。でマスキングテープをこのように貼っていただくとはっきりメモリが見やすくなります。もしメモリがね、見にくいなっていう風に感じてる方がいらっしゃいましたら、こういう風にしていただくと非常に分かりやすくなりますので、ぜひ実践してみてください。じゃあ最初からこういう風にやって販売しろよっていう野暮なツッコミはやめてくださいね。はい。では、今日のお題ですね。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつも参考になる動画をありがとうございます。毎回楽しみにしています。よろしければバフ掛けについて教えてください。私は趣味でギター制作をしており、塗装にはラッカーを使用しています。塗装後は 1,2 週間乾燥させ、800番、1000番、1200番の順に水研ぎをして、さらに1週間程度間を空けてバフ掛けをしていますが、バフ掛けでの水研ぎの研磨傷がなかなか消えず、いつも苦労しています。バフ掛けのコツがあればご教示いただけないでしょうか。ちなみにバフはスティマックで購入した12インチのバフをボール板に取り付け、回転数は800または1400で、使用しています。コンパウンドはスティマックで販売されている棒コンパウンドをバフにこすりつけ、ギター側には液体コンパウンドやワックスをつける、または何もつけないなどを試していますが、なかなかいい結果になりません。細かな質問で申し訳ありませんが、何かアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。こういうご質問をいただきました。まず私が使ってるバフ掛けの機械はこんな感じになります。これもスティマック製なんですけれど、もうそれこそ30年近く前に売られてたものですね。25年前とか。今は確かモーターがついてますよね。モーター付きのとそうじゃないのがありましたっけ。
当時はモーターは自分で用意してね、ベルトは用意するから、これはベルトも V 字ベルトも自分でホームセンターとかで手に入れてこういう風に作りました。骨組みは角材を自分で家庭用の溶接機で溶接して作ってます。この機械の威力なんですけれど、ちょっとモーターのスペックはこんな感じです。モーターの部分につけるプーリーっていうんでしたっけの部分とバフ掛け機の軸の受け部分の径によって発生する力具合っていうのは変わりますから、回転数とか一概にこう、1分間に何百回転してるのかっていうのは分かりませんけれど、大体このぐらいの威力です。このぐらいの威力でも割と下な方です。で、工場とか塗装の製造現場で使われるバフ掛け機っていうのはこれの比じゃないぐらい強力なやつです。なので、このまずご質問でご自身でね、ボール板に取り付けて使ってるっていうのは多分ね、威力が小さいんだと思いますね。まず原因の一つとして。私の場合は、ラッカー塗料の場合は、クリアコートをだいたい12回前後。多い時は16回とか、そのぐらい塗り重ねてます。1日に4回から5回までです。つまり、12回塗るんであれば、1日4回としたら、3日間塗り続けることになりますね。で、1回塗ったら、だいたい40分とか3、40分乾かして、で、次の2回目を塗る。で、また30分、40分乾かして3回目。で、4回目。で、1日の最大、吹き付けは、だいたい4、5回までが限度としてます。最終的に12回塗ったら、水研ぎとかバフ掛けをする工程の前に、最低2週間は、乾かすようにしてます。ポリの場合は、これが1週間にしてますね。ポリの場合は、割と硬化してしまえば、あとはほとんど、変わりませんので、ラッカーの場合は、最低2週間は乾かすようにしてますね。1週間だとね、ちょっと厳しいと思いますよ。やってみればわかると思いますけれど、使う番手なんですけれど、私の場合は、1200番から始めてます。1200番の次に1500番をかけてます。次はバフ掛けです。でね、この800番っていうのは、ちょっとね、目が荒すぎると思うんですね。私が、ESP の専門学校に通ってましたけれど、その時に教わったのは800番からかけろっていうふうに教わりました。当時は800番からかけてたんですけれど、やっぱりね、いろんなね、人を見てると、ペーパー傷がやっぱり残っちゃうんですよ。でもちろん800番を、例えばこっちの方向にかけたら、次1000番はそれと直行する形でかけるのが基本なんですね。そうすると、その800番の傷が、完全になくなったかどうかっていうのが分かりますから。同じ方向でかけてしまうと、果たして自分が今800番の傷を全部消しきれたのかっていうのが分かんないですから、必ずかける方向っていうのは800番をこういう風にかけたんであれば、多少今度は斜めにかけるとかね、そういう風な感じで番手を変えたら吸っていきます。で、800番はね、これは荒すぎますね、おそらく。おそらくというか荒すぎます。1000番から始めてもいいんですけれど、私はね、長年経験してきて、最初の手間はかかるんですけれど、結局今は一番最初に行うのは1200番に落ち着きました。1000番の方が最初のデコボコを取るのには便利です。研磨量が多いから。だけれど、1000番から始めてしまうと、その1000番の傷がやっぱりバフ掛けの時にスッっていう感じで1本2本残ってたりっていうことが結構あるんですね。その最初のデコボコを平坦にならすのは1200番だと非常になかなかね、デコボコは取れないんですけれど、そこはぐっと我慢してこう地道に1200番で平らになるまでこすってあげます。その次に、1500番ですることによって綺麗にはいきますね。っていうかもちろん、綺麗にいきます。
ちなみに1200番で水溶きする際にはゴムを当て木として使ってます。その次の1500番を使用する際にはこういうスポンジ状のパッドで吸ってます。使うコンパウンドは私もスティマックで購入した固形のコンパウンドを使ってました。過去形です。今はね、ちょっと訳あって、このメーカーのものを使ってます。で、これは、たまたま、ここの取り扱いのところに問い合わせをしたら、なんかね、あんまりもう販売に力を入れてないんだか、在庫がもうほとんどないんだか、わかんないんですけれど、個人の方には売ってくんないのかな？ちょっと忘れましたけど、いろいろあって、ちょっとサンプルとともに送りますよって言って、何本かは買ったんですけれど、で、手に入れたコンパウンドです。結構有名なコンパウンドの会社、メーカーらしいんですけれど、で、今はこれを使ってますね。もちろんスティマックでもいいと思います。なんかね、前スティマックから撮ったら、カタログに載ってるのとは違うブランドのコンパウンドが届いたんですよ。で、あれと思って、いつも使ってるやつとは違うなってことで、ちょっといろいろこの際だから調べてみようっていうことで、コンパウンド途中で変えたんですね。一応用意されてるのは、ミディアムとファインとエクストラファインですね。最初に片側でミディアムをかけて、仕上げにファインです。エクストラファインまでは使わないですね。はい。ということでまとめますと、この方がこのボール板にバフを取り付けて使ってるっていうことなんですけれど、パワー不足なのかなっていう気がします。本来の使い方とは異なるので、あんまり良くないですよね。おすすめはしません。多分ボール板そのうち壊れるんじゃないですかね。一番もう手っ取り早いのは、スティマックで売られてるこのモーター付きのバフ掛け機を丸々手に入れちゃった方が早いと思います。で、問題はこのバフ掛け機を手に入れたとしても、それを固定するのが結構難儀するんですよ。で、私も以前、モーターとこのバフ掛け機本体を 24mm ぐらい 12mm の合板を接着したのかな。分厚い合板にして、で、それにネジ止めをして、自宅の縁側に固定してクランプで、やったりもしたんです。で、そしたら、もう、回転し始めた瞬間に、ガタ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 ってなっちゃって、もう使い物にならなかったですね。なので、このバフ掛け機を地面に、土台に固定する方法っていうのは、かなり慎重に考えた方がいいです。角パイプとか鉄のパイプとかで骨組みを組み立てて、溶接をして、で、地面はもうコンクリですね。コンクリにボルトのアンカーを埋め込んで、で、ボルトでがっちり固定するっていう方法をお勧めします。で、そこまでしないと振動してしまって使い勝手悪いと思います。私も12インチサイズのバフを使ってます。本当は14インチにしたいんですけれど、確か軸が合わないだかなんだかで使えなかったんですよ。バフの大きさが大きければ大きいほど、カッターウェイの部分とかがやりやすくなるので、本当は14インチにしたいんですけれど、私は今のところ12インチのバフで使ってます。番手は800番、1000番は使いません。私の場合は1200番から使ってます。で、1500番で、終了です。その後にバフィングですね。で、コンパウンドは以前まではスティマックで売られていたミディアムとファインを使ってました。で、今はメーカーは違いますけれど、同じくミディアムとファインですね、を使ってます。はい、そんなところですかね。なかなかいかに綺麗に最後鏡面に仕上げるかっていうのはすごくテクニックがいるので難しいとは思いますけれど、ちょっとねそこは地道に技術を試行錯誤して、向上してみてください。はい、はい、そんな感じになります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。